こんにちは、モネです。今日は上半期の手帳会議動画になってます。下半期の手帳会議はこちらの動画で紹介しているようにノートをすべて引っ張り出してでね、付箋を使ってじっくり向き合う会議なんですが、上半期の手帳会議はなんていうんだろうな、使ってて不便なところないかなって軽くメンテナンスする会議になってます。結構ね、軽くメンテナンスする予定だったんですけど、今年は思いのほか変更が多かったので、どうしてこの手帳を使うのか詳しく紹介していけたらと思います。皆さんの手帳の使い方、半年でね、変化はありましたか？皆さんの手帳の使い方の変化もよかったらコメントで教えてください。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。まずは手帳会議の流れをざっと紹介させてください。私は手帳会議を12月と6月の年2回行ってます。1回目は来年の手帳をどうするか決めるメインの手帳会議。そして2回目は今回のようなちょっとしたメンテナンス。ちなみに私は1月始まりの手帳を使っているので、メインの手帳会議は新しい手帳に変わる1ヶ月前の12月にしています。手帳会議の方法はノートを使ってやりたいことを洗い出す。そして現状把握をして来年使うノートの役割を決める。そして手帳会議をリフィルにまとめる。この流れでやっています。手帳会議の詳しい方法はこちらの動画で詳しく紹介しているので、気になる人は見てみてください。こうやって会議をしてノート一冊一冊にそれぞれ役割を決めておくことで、余計にねノートを買っちゃったりとか使い切れないノートを出さないようにしてます。そして今回の手帳会議はそんなメインの手帳会議でもともと書いていたこちらのリフィルを使っていきます。メインの手帳会議で決めた使い方は一応あるんですけどね、使っていくうちにもっとこうしたいなって思うことが出てくるんですよ。そんな風に感じたタイミングで赤ペンを使ってメモしておきます。ノートや手帳の使い方って自分のねライフイベントっていうのかな、結婚とか出産とか転職だったりとか仕事だったりとか暮らしの変化だったり、それこそ好きなものが増えたりとか何か新しく始めたりとか、ほんとねいろんなことで変化します。この使い方私にぴったりって思ってたのに、数ヶ月後にはねこの赤ペンの文字ごとく自分にしっくりこなくなってることが全然あります。その都度自分に合った手帳になるように育てていくのも手帳の楽しみ方の一つだと思ってます。2022年の上半期、私はイルビゾンテの手帳でスケジュール管理と日記で、レッツさんのクリアシステム手帳でコレクションページをまとめていました。この2冊がメインなんですが、他にもスタディプランナー、アイディア帳として透明の英語バインダー、あとはタスク管理に無印良品の単行本ノートがあります。合わせてねこの4冊が私の愛用ノートになってます。それでは1冊ずつ今の現状と改善点を含め紹介していきます。まずはメインのシステム手帳。落ち着いた大人の雰囲気のこの手帳は仕事のね現場に持っていくだけで自分が大人な女になれた気がして、結構ね背筋がピンと伸びてやる気が出るんですよね。なのでこのイルビゾンテの手帳は仕事やスケジュール管理に使ってます。去年まではこの手帳の中にコレクションページも一緒に入れてました。そのせいでそのおかげで半年経つともうバインダーにね収まらないくらいパンパンだったんですよ。ほんとね分けて正解でした。
半年経ってもセットアップした時とほぼ変わらない厚みで使いやすいです。パンパンに膨らんだフォルムもすごく愛おしいんですけれども、やっぱねページがめくりづらくなるので、仕事で使うとなると優先すべきは使いやすさかなって思って分けちゃいました。この手帳では増えるのはね日記のページだけなので、年末までの間にパンパンになっちゃうっていうことはなさそうです。強いて言えば年間のね計画を管理できるページが欲しいなっていうのがあるので、新しく年間計画のリフィルを来年の使い出しまでに作りたいなって思ってます。お次はコレクションページ用の手帳。レッツさんのクリアシステム手帳を使ってます。この手帳は楽しむとか記録がメインになっていて、基本的にお家に置きっぱなしで、家で手帳時間を楽しむ時に出動してます。この手帳のね使い方はちょっと改善点があります。中身の分け方なんですけど、現状は目印インデックスで分けてありますが、問題がね発生しました。使ってて気づいたんですけど、コレクションページって言っても2種類あるんですよね。1つ目が1年で完結してスケジュールのリフィルたちと一緒に1年終わったら保管したいもの。そしてもう一つが1年に限定しないで次の年も引き続き使っていきたいもの。1年で完結するものは家計簿だったりとかウィッシュリストだったりとか、手帳会議のね今使ってるページだったりとか、ダイエットプランナーだったり、そしてね次の年も引き継ぎたいものはマステの見本帳やバケットリスト、本だったりとか映画だったりとか行ったお店とかのレビュー系。今はこの2種類がずらーっとね並んでいる状態なんですが、年末保管手帳に移す時に困らないようにインデックスをね作って、この1冊の手帳の中に2つの区切りを作るのが私にとっての改善点になりました。すごくね細かいところではあるんですが、ちょっとしたことで結構使いやすさが段違いってことが多いので、いろいろ試行錯誤していこうと思います。多分手帳をね使っていく限りずーっとこういう試行錯誤を続けていくんだろうなって思います。最初から完璧に使おうなんて思わないで、どんどん自分にフィットしてきてるなって感じる感覚をこれからも楽しんでいけたらいいなって思います。お次はこちらの単行本ノート。このノートでは日々のタスク管理をしています。といってもとにかくね殴り書きのノートで、使い終わったらポイッと捨てちゃうものです。捨てちゃうノートなので私は捨てるノートって呼んでます。突然ね電話が来た時にメモする時なんかにも使うので、気負わず何でも書けるから結構重宝してるんですよね。ですが最近ね仕事の仕方をちょっと改善したくて、会社員の頃のようにしっかりタイムスケジュールっていうのかな、そういうのをちゃんと決めようと思ってるんですよ。そうするとタスクの羅列だけじゃなくて1週間通してやることを管理できるようにしたいなってなってきています。現状だとね1日数ページ使っているので、1週間の管理にはページがまたいでいっちゃうので何かと不便なんですよね。ということでね、もしかしたら上半期から単行本ノート使ってない可能性が出てきました。この単行本ノートは社会人1年目の頃から使い続けてて、何冊もねリピ買いしていたものなので、ちょっとね後ろ髪を引かれる思いではあるんですが、自分にぴったりくるものを追求していこうと思います。一番大きな変更はスタディプランナーだったかな。先日 iPad を新しいのに買い替えました。イラストのお仕事以外にももっと活用したいなっていう思いもあって、スタディプランナーをデジタルプランナーに変更したんですが、それ以外にもいくつか理由があります。スタディプランナーを1年間使ってきて、
書いてきたね記録の部分は見返すことがほとんどなかったんですよ。勉強した内容は見返すことがあっても記録は本当ね見返しませんでしたね。見返すものであればできるだけ紙で取っておきたい主義なんですが、そうじゃないなら正直ね紙がもったいないなって思っちゃったんですよね。それに見返さないのに取っておくほどの場所もないということで、紙からデジタルに変更しました。私はグッドノートっていうアプリを使ってるんですけど、980円の有料版にすることで無限にノートが作れちゃいました。これはね思いのほか便利で場所を取らないデジタルの良さですよね。どんどん使ってある程度の期間残せれば大丈夫なものは結構デジタルに変えちゃうのはありだなぁなんて感じてます。といってもやっぱりデジタルよりは紙のがすごい好きなんですよね。電池なくなると使えなかったりとか、データがね壊れる心配とかもやっぱいろいろあるのでね。そして新しい手帳も仲間入りしました。ミニ6サイズです。システム手帳を始めて2年経ちましたが、まさかねこんなに複数の手帳を持つことになるとは思っていませんでした。ミニ6サイズはまだ中身もインデックスを作っただけなんですが、自分の中でね使い方が固まってないので、これはちょっとね保留してます。こんな感じで全ての手帳のテこ入れができました。使う目的に大きな変化はありませんが、使い方や中身でねちょこちょこと改善していく必要があります。今日の動画は上半期の手帳会議でした。手帳は使えば使うほど自分の使い方が見えてきます。手帳はねもともと人に見せるものでもないので、何をしたっていい自分がね使いやすいように改良していきましょう。何よりね最初から完璧に使おうなんて思わないで、どんどん自分に合う形を探していって、その過程もね楽しんでみてはどうでしょうか。その過程を楽しむ意味でも手帳会議は大切だなって感じてます。それにこうやってね議事録を残しておくことで、使ってきた歴代の手帳のアルバムにもなりますし、今あの時期に似てるな、あの時どんな風に手帳を使ってたっけとか、今後の自分の役に立つ取説みたいなものにもなります。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。